歩いてコンビニに行って今から朝ごはん買いに行くよ。これ美味しそうだったこのカラムーチョってやつすごい有名らしいです。おはようございます。今日は会社にいます。今日は普通の会社の日でみんなで集まって一緒に仕事する日で、まだ朝ごはん食べてないからヤマトと一緒に、コンビニに行って朝ごはんをこれから買いに行こうと思う。朝ごはん一緒に買いに行くこと結構多いかな。昼ごはんとかいつも一緒に行くし、で朝はコンビニで買うことも結構多い。お昼はどっかレストランに行ったりとかする。近くにコンビニあるから歩いてコンビニに行って今から朝ごはん買いに行くよ。じゃあ行こう。今日本は、1月まだ結構寒いから上着を着てコンビニに行こう。よいしょ。これスリッパで、これ靴箱、靴を履いて行こう。寒いね。寒いっすね、やっぱ。でコンビニには本当にいろんなものがたくさん売ってるんだけど、まあサンドイッチかおにぎりかな。朝ごはんそうですね、おにぎりの人多いかな。おにぎりの人多いですかね僕おにぎりとチキンとかチキンね、食べますね。僕はおにぎりだけです。おにぎりだけ。でも今日はちょっといろいろ他のものも見てみて、食べたいものあったら買ってみようと思う。そうですね。サラダとか食べる人もいますよね。サラダいるね。本当に何でも売ってるから。でコンビニのおにぎりは季節ごとに味が変わることがあるからめっちゃ面白いよ。行くたんびに違うと思う。で新商品とか出る時があって、新しい商品が出るんだけど、だいたいその商品は 2,3 ヶ月ぐらいするとなくなっちゃう。でももしめっちゃ人気だったらずっと残り続ける。ちょっと後でおにぎり見てみよう。であとコンビニはうちの会社だけかもしれないんだけど、みんな3時間に1回ぐらい行ってる。そうですね、3時間4時間に1回は行ってるかな。4時間に1回は行ってるねでコンビニに行くときはこんな風に朝ごはん買いに行くときと、あとお昼ごはんの後にコーヒー買ったりするかな。そうですね。お昼ごはん食べた後にコーヒー買ってコンビニに寄る、コンビニに寄ったり、あと3時とか4時とかになったら、ちょっとお腹また空いてくるじゃん。めっちゃ空きます。空くよね。だからお菓子を買いに行ったりする。ちょっとごめん、工事めっちゃやってるからうるさくてごめんね。遠回り、工事やってるから遠回りするね。でお菓子を買いに行く時かな、夕方ぐらいにお菓子買いに行ったり、あと洗剤とか、ペンとかノートとかも売ってるから、そういうのがなくなった時とか結構行く。そうですね、ちょっと値段高いけど、いつでも買えるから便利ですよね。高校生の時とか行ってた？めちゃくちゃ行ってましたなんかさ、意味ないけど行ってたよね、コンビニ。意味ないけど行きました。昔は本の立ち読み、本読めたりとか、やっぱお菓子、安いお菓子買って友達と喋りながら食べてたりとかめっちゃしてましたね。そうだ。意味ないけど行きましたね。意味ないけど行ってたね。お金使わないし。ですね。大学生の時とかはバイトでお金ゲットしてたから、よくコンビニ行ってなんか肉まん買っちゃったりとかしますね。お金なくなってたな、コンビニ行ってた時はたくさん。それこそ居酒屋行かないでコンビニでお酒買ってね、外で飲んだりとかしますもんね。そうコンビニはお酒も売ってるのよ。でオーストラリアとかはお酒とさスーパーにお酒売ってないじゃん。で近くに
バーがやってるお酒売り場みたいのがあると思うんだけど、他のタイとかもそうかな、他の国もそうだと思うんだけど、日本は全部のコンビニのお酒売ってるから。でしかも、有名な話だと思うけど、道でお酒飲んでも OK。 そう OK。 歩きながらお酒飲んでも OK だから、僕たちはたまに居酒屋行った後に、お酒足りないなっていう時、お酒飲み足りないなっていう時に、コンビニでお酒買って道で飲んだりしてる。しますね。でそれ全然 OK だからやっていいんだけど、でもうるさくしすぎると、うるさくしすぎるとダメ。警察が来ます。うるさい、お酒飲むの法律 OK なんだけど、うるさいのは法律大丈夫だけど、みんなめっちゃ嫌がるから、うるさいのだけは気をつけてね。本当に怒られるから。本当に怒られる。ぐらいかな。ちょっとコンビニ見えてきたから、ちょっとこれセブンイレブンね、知ってるよね多分みんなね。一番有名というか海外でも一番多い。あ、そうなんだ。はい、アメリカとかでもセブンイレブンめちゃくちゃあるし、じゃあいろんな国のセブンイレブン比べられるかな。そうですね、日本のセブンイレブンだいたい壁にあると思うんだけど、こういう広告がめっちゃ貼ってあって、これから発売する食べ物とかがめっちゃ書いてあるのよ。で見て、ほとんどカタカナだから。メロンパンはブレッドね、メロンパン。フィナンシェはフランスのやつだよね。あとチョコクッキーはそのままチョコクッキー。あとソーセージフランスは分かんないけど、これだけ漢字。フランスパンか。フランスパンですね。フランスパンだね。でこれはチョコクロワッサンだし、これクロワッサン。フランス語か英語かドイツ語かどれか。あったかい。あったけあったかい。冬は歩いてる時、寒いからとりあえずコンビニ入ろうとか言いますね。今日何食べる？今日何食べようかな。いや、おにぎり系と甘いもの1個食べたいなと思ってました。甘いもの？あとお茶ね。お酒。この辺は一緒だよね多分。似てるっすね。僕は今日1日で飲む水と、ヤマトはお茶です。大好き。なんかさ、東南アジア旅行してた時びっくりしたんだけどさ、甘いお茶あるでしょ。めっちゃありますね。あれ飲める？全く飲めない。めっちゃ飲めないよね。飲めるけど好きではない。びっくりしたよね。緑茶探してなんか緑茶って書いてあるのに甘い時あるじゃん。ってなる。お茶はね、お茶なの。そう、砂糖入ってないノンシュガー。ちょっと最近甘いの食べたくなっちゃうんだよな。よくない。あとじゃあシュークリーム。朝ごはん。それ朝ごはんちょっと食べたくなっちゃって最近。甘いもの好きな人はいいよね。セブンイレブンとファミリーマートとローソン、セブンとファミマとローソンなんだけど、それぞれみんな甘いもの、デザートすごいいっぱいあって、どこのスイーツが好き？いやでもローソンですかね。ローソン美味しい。俺ファミマのスイーツが好き。なんかみんなね好きな多分コンビニあると思うよ、スイーツ好きな人は。あとはなんかしょっぱいもの食べる？そうですね、おにぎりかちょっと今サンドイッチどっちか欲しいなと思って。これにしようかなね。ベーシックな BLT。 これベーコンレタストマト。さすがに朝からこれ食う人あんまいないですよね、ここら辺。これがね、なんかこういうあるじゃん、ラーメンとか。これがね本当にもう1ヶ月単位で変わってくのよ。いろんなものがなくなったり、いろんなものが増えたりで、例えばこういうやつあるじゃん。これ本物のラーメン屋さんのラーメンをコンビニで再現してるってやつなの。めっちゃいろんなおにぎりあるんだけど、
僕はここら辺のね丸いおむすびも美味しいんだけど、今日はツナマヨかな、やっぱり。ちょっと俺もこれ美味しそうだったから今日は今しょっぱいのが食べたくて、ヤマトはしょっぱいのと甘いの、これはどっちもしょっぱいやつ。あと僕はチキンも買おうかな、ここら辺の。今日まだ朝で会社にもいっぱい社員がいるから買っていってあげようと思う。買っていってあげる。でしょっぱいやつとあと辛いやつ、辛いの好きな人いるから、これ辛すぎ？いやちょうどいい辛さだと思います。じゃあこれとあとヤマトもう一個選んで、はい、しょっぱいのにししょようか。っぱいのにしましょうか。酸っぱいやつにする？酸っぱいのありますね。酸っぱいやつはこの梅とかは大体酸っぱいですね。じゃあ梅のこのエビせん買ってみましょう。酸っぱそう、美味しそう。じゃあ辛いのと酸っぱいの。こっちの方が酸っぱい？そっちの方が酸っぱそう。じゃあこっちよりこっちの方が酸っぱそうだからちょっとこれ買いましょう。そうアイスとかもねいっぱい売ってるんですよね。これもいいよね。この冷凍食品がコンビニに売ってるのも、これがね結構メジャーな人気のアイスの一つで、これが200円ぐらい。200円。袋全部一緒でいいです。ペイペイでお願いします。イエーイ。めっちゃ買いましたね。めっちゃ買ったいつもはこんなにいつもねこんな買わないんだけど、今日ちょっとみんなに見せたい食べ物があって、ちょっとそれも買っちゃいました。コンビニ行くのって、結構みんなといる時も多いですよね。多いね。一人で家でいる時とかやっぱコンビニいっぱい行くとお金を使ってしまうので、そうだね、あんま行かないようにしてる時もあります。俺もあんま行かないようにしてる。してます、うんやっぱこうみんなで集まった時に話しながら行くみたいなのが楽しいですよね。コンビニ好きだな楽しいんだよな。楽しいですよねみんなと行くので袋有料ね。はい、袋有料だけどちょっと今日ゴミいっぱい出そうだから袋もらった。1枚、3円。3円か。まあ1枚3円です。とか 5円とか、大きさで変わります。大きさで違うんだ。そうです。知らなかった。まあでもみんな気にせず買いますよね。そうだね。昔はねただ。そう昔はただだったんだけど、いつの間にかお金取るようになってました。そう、まあ環境のためにね。日本はレジ袋、みんなの国わかんないけど有料だから自分のバッグを持ってく人がいるじゃん。海外とか多い。そうだよね、そのバッグがマイバッグっていう名前なの。マイバッグなの。そうで店員さんがもしかしたらみんなにマイバッグ持ってますかって聞いてくる時があるのよ。聞いてくるかもしれないんだけど、それマイバッグ持ってその店員さんのバッグのことじゃなくて、自分のバッグ持ってますかっていう意味だから気をつけて店員さんがいきなりマイバッグ持ってますかって意味わかんないと思うんだけど、自分のバッグのことだから。自分の持ってるバッグとかでもないですもんね。マイバッグって、そのショッピング用のこのショッピング用のバッグをマイバッグと言いますよね。確かに不思議なエコバッグとかも言うか。エコバッグとも言いますね。確かに。ビニール袋を出さないためにね。そうゴミを減らすために。コンビニ行くとやっぱ
僕最近甘いものとか買いたくなっちゃうんですよね、うん。で甘いお菓子とコーヒーとかお茶の苦いものはいはい。とか一緒に買いたくなっちゃうんですよね。いつ？最近？最近です。最近やめてたんですけれども、うん太っちゃうから。うん。でも最近運動も始めたし、いいか。いいかなってコーヒーやめてたよね。コーヒーはもうほぼやめました。あだからカフェオレとかにしたりとあ。か。なるほど。そうです。コーヒーはカフェインレスのコーヒー。ああ、なるほど。変わった？なんかコーヒーやめてから。でも眠りは良くなった気がします。あ、本当？はい。タバコとコーヒーやめてから、うん。その睡眠は結構質がうんうん。良くなった気がします。なるほど。あとなるほどコーヒー飲みすぎると、うん口臭くなったりするじゃないですか。うん。それがなくなりました。口臭いって誰かに言われたことある？あります。友達？彼女。あ、彼女。いや友達も一あ、人。友達も？そうそのシリアスな感じで？いやギャグな感じで笑いながら、いやヤマトこの前口臭かったからな、はははって言われて。この前なんだ。そうです今じゃなくて。今じゃなくて、それでコーヒーの匂いだなって分かって、うんうん。でやめたらその友達ももう全然匂いしないよって。あ、その後友達に聞いたの？そうです。口臭いって。そう最近どうって、うん。臭いって聞いたらいや全くないねって言われて、その時そうはーってやった。いや歯までやんない。そんなはーまでやね。歯は臭いでしょ全員。全員臭いはず。その彼女には？彼女にはいやもうなくなったって言われました。あ、本当？はい、よかったね。よかった。コーヒー飲みすぎ注意。いそれコーヒーのせいだったんかな、やっぱ。や僕苦いの好きで、うんコーヒー4リットルとか飲んでたんですよ。いや1日その2リットルのコーヒー作っ2リットルのて、コーヒーそれ2回飲むみたいな1日。それさ、はい、4リットルだから臭かったんじゃない？多分そうでそれす。1リットルとかだったら大丈夫なんじゃない？いや多分そうです。でも1そう日飲んだら4リットル飲みたくなっちゃうので、もうはいやめようってああ、1リットル飲んだら4 4行きたくなっちゃうからそうやめました。ヤマトはコーヒーをいっぱい飲んでるみたい。はい、いっぱい飲んでた。4リットル。まず食べるか。食べますか。和田も食べる？一緒に食べますわ。食べよう。今和田もいるんだよね、ちょっと。これが陽気だな。陽気な男だ。はい。ちょっとみんなに見せたかったやつからいい？もちろんどうぞ。レジの隣にいつも置いてあるんだけど、肉まん。これ中華料理らしい。でも多分本場の中国のやつとは違うんだろうけど、中国の人はごめんなさいね。でこれなんかこの白いやつにこの中にいろいろ入ってて、他にもピザまんとかあんまん今日買ってきたから後で、じゃあこれは和田にあげるね。めちゃくちゃ美味しい。食べる？肉まんとか。僕は結構食べます。あ寒かったりとか、あとは本当に肉まんが好きなので、もうお菓子の代わりとかで、食べることは多い。お菓子の代わりとして僕はもう食べちゃうことが多いです。どんぐらいの頻度で買う？でも週1、2ぐらい多い時で、ちょうど今ぐらい冬とかだったら食べちゃうなという感じですね。めっちゃ食べるね。和田は週に1回肉まん食べちゃうらしい。僕は今コロッケを食べてます。多分他の国、フランスとかヨーロッパの食べ物をもう日本っぽくしたフランス料理。フランス料理、だけどもう日本人みんな大好き、ほぼみんな好きぐらいのコロッケです。これサクサクしてて美味しいんですよ。サクサク。サクサクうまい。肉じゃがはふわふわだね。うん肉じゃがじゃない。肉まん。肉まんね。今コンビニの
これ食べ物って本当にレベル高いというか、本当に美味しいですよね。本当に美味しい。これはピザまん、さっきの肉まんのピザバージョン、何々バージョンって日本人めっちゃ使うから覚えといたら便利だよ、何々の何々バージョン。例えばこれはおにぎりの酒バージョンだし、これはポテトチップスの梅バージョン。なんなんだそれバージョンってどんな時使うんですかね。同じ形で種類が違う時、バリエーション。ほらこれちょっと汚く見えるけどこれチーズね。一口もらっていいですか。はい、あります。うまそうに見てましたかめっちゃ欲しそうに見てた。すごい伸びる。和田も食べる。食べます。食べよう。ピザマンあんま食べたことないんですよね。うまい。美味しい。肉まんよりピザまん食べちゃうんだけど。うまいわ。いや、肉まんの方いっちゃいますね。肉まんよりちょっとしょっぱい感じはありますね。美味しい。チーズがトロトロしてるから、やっぱり肉まんよりも全然違った味になるかなと思いますね。じゃあこれが本当の朝ごはんサンドイッチどうすか。ふわふわじゃないふわふわだよ、ふわふわ。美味しそう。じゃあ僕もゆうさんからもらっていただきます。うまっ。いつも会社来るときコンビニになっちゃう朝ごはん。コンビニ寄っちゃいますね、大体。一人暮らしだとやっぱ朝ごはん作るの面倒なんですよね。確かに。ギリギリまで寝てたいし、そうなるとコンビニでその日の気分に合わせた何か買っちゃいますよね。サンドイッチ買うことよりもおにぎり買うことの方が多くないですか。人によるかな。人によるかもしれないけど、いやでもおにぎりの方が多いんじゃない？せめて多分ねギリギリ。おにぎりの方が安いっす。安いですよね。でもおにぎりの方がサンドイッチより食べるな。今日は贅沢。お味はどうですか？最高。トマトは甘い？酸っぱい？トマトはね、ちょっと酸っぱさがあって酸味があって、このマヨネーズソースとあってとっても美味しい。マヨネーズソースは甘いね。ちょっと甘め。やっぱパンがふわふわの中にレタスがシャキシャキしてて、美味しい。最高。ヤマトはギリギリまで寝るよね、いつも。僕はギリギリまで寝ますね。今日も3分遅刻しました。間に合うはずだったんですよ。ギリギリでちょっとね遅刻するよね、いつも。そうですね、ギリギリ遅刻します。でも悪いのはバスなんで。でそのさなんか有名じゃん、日本人とドイツ人はめっちゃ時間守るって、でも守らない人めっちゃいっぱいいるからね。めっちゃいる。だってうちの会社7人いるけどヤマトと社長はもうほとんど毎回遅刻してくるから。そんなことないよ。いやでもほぼ遅刻してくるし、今日もう一人30分遅刻してたからね。でも海外よりかはその遅刻する分数の厳しさはありそう。ああそうかも、ちょっとだけ、でも遅刻する人めっちゃいるよね。めっちゃいる。それめっちゃ気になるんだけどさ、遅刻する人いるじゃん、3分とか、3分よりなんでそんなギリギリに起きるの？ちょっと5分早く起きれば朝バタバタしなくて済むのに。いや僕もそう思います。なんなら朝は起きてます。朝起きてんの？お風呂とか入っちゃうんですよね。あと歩く時間を間違えちゃったりします。そう駅から歩く時間ちょっととか、あと電車が遅れて1本遅い時間になっちゃって、ギリギリになる日も多いですね。あとバスは遅れるしです。
いつもなんか電車遅れてるって言うよね。本当に朝遅れますよ。でもさ、電車は毎回遅れるからはもっと早く来ればいいじゃん。い。いやそう思うんですけど、そうなると僕あと10分ぐらい早く起きなきゃいけなくて辛いです。10分早く起きるだけでしょ。10分も早く起きます。さ、もし見てる人の中で遅刻めっちゃする人いたら教えてほしいんだけど、ちょっと早く起きるだけでバタバタしなくて済むし、朝ゆっくりできるわけじゃん。あとさ、聞きたかったんだけど、はい。遅刻するとさ、みんなを待たせるじゃん。はい。その間そわそわしないの？待たせちゃってるって。ああしますよ。そわそわする？ずっとします。嫌じゃないのそれ？嫌です。そわそわするより10分早く起きる方が良くない？いやでも寝てる時の自分ってもう無理なんですよね、コントロールが。難しい話ですよね。パリパリ。いや、分かんないんだよな、遅刻する人の気持ち。いやだから日本人の中でも理解し合えない文化の違いがあるので、やっぱ海外と分かり合うのも難しいし、無理だよね。でも、なんか頑張れば手を取り合えるはずですね。何それていうかさ、そもそも家族の気持ちも分かんないのに、そう確かに。世界の人の気持ちを理解しようとすること自体が難しいよね。違いを面白いって思わないと。理解自体は無理だと思うな。俺お父さんが何考えてるか分かんない。だから面白いですよね、分かんないことを考えてる話を聞いた時とかは。ツナマヨおにぎりです。ポテコの梅味ポテトチップスですね。これも食べます。梅とかは酸っぱいって言って、なんか醤油だったりとか、ソイソース系の味だったらしょっぱいっていう言い方をするんだけど、ちょっとそこのニュアンスって僕的には難しいなと思ってるんですよね。でもね、あるよ。分かれてる、それは。そうです。ソルティとサワーの違い。サワーは酸っぱいで、ソルティはしょっぱい。しょっぱいの中に塩辛いもありますね。ソルティが強すぎると塩辛いっていう表現もするので。塩辛いっていうね、昔お父さん世代はめっちゃ言ってるイメージある。塩辛いは海の水飲んだ時とか、あと結構曲もう本当にマックスのしょっぱい時。なんか俺こんな風に一気に食べるの好きなんだけど。わかる。指にはめる文化ありますよ。辛いのも開けちゃおう。開けよおにぎり美味しい。こうやって引っ張って開けることもあるけど、今日はまずこっちで横からちぎって開けるタイプ。これめちゃくちゃ好きです。私これ好き？めっちゃ好きです。辛いのと酸っぱいのとかだったらどっち好きですか？僕辛いの。辛いの方が好比べるとあれかなと思います。辛い方が好きです。き。酸っぱい方が好きな人っているか？でも女性とか結構酸っぱいの好きな人とか、お酢めっちゃ入れる人とか。そうじゃん。多分うま辛いご飯が主流のところ、うんだからメキシコとか中国、タイ、韓国とかだと、多分全く辛くないと思う。い。そうだね。韓国の友達に紹介してもらった韓国のご飯屋さん行った時、本当に辛くて。多分びっくりした。日本の辛いはそんなに辛くないと思いますね。日本料理で一番辛いのってなんだろう。このチリっぽい辛さ。チリっぽいのは日本で辛いか。日本の料理は辛いのあまりない。七味唐辛子系の辛さで一番辛いのってなんだろうね。ラーメン屋さんで辛いのを作るラーメン屋さんとかたまにあるけど、確かに
料理で言うとなんか文化としてはあんまりないかもしれない。文化として辛い料理ないかもね。そんなもちろんわさびだったりとか、からしだったりとか、違うタイプの辛さだったらめちゃくちそうだゃあります。ね。その辛いのを楽しむみたいなのはないかもね。うん。うん。わさびもあれですもんね。うんお魚のためのアクセントとして、そうだねアクセントだもんねツンとするんで、なんか辛いって一括りにされてますけど、多分ちょっと違うちょっと感じ別方だよね。日本料理って辛いのないんだ。今気づいた。ないな。もつ鍋とかで辛いのがちょっとあるぐらいで。野沢菜とかじゃないですか。辛いねマジでそうかもね。野沢菜、野沢菜辛いわ。あとはもうからしれんこんとか、そうだね。西の方が結からしれんこんね構多い。熊本のからしれんこんとか、うん。もつ鍋も博多の方なんですよね。ね。そうだな。確かになんとか鍋で辛いのってないか。あんまないな。辛い。ていうかちょっとごめん、みんなスナックめっちゃ食べてるんだけど、これ朝ごはんで食べることないから紹介したかった紹介したかっただけで、このカラムーチョってやつすごい有名だし、サクサクで美味しいし、上の階に他の社員がいっぱいいるから、その人たちへのプレゼントね。今食べちゃってます。今食べちゃったりだけで僕はシュークリームも食べます。あんまん忘れてます。あんまん甘いで。じゃあ最後甘いやつ2つ。甘いやつです。甘いやつ。あんまんはあんこが入っているので、さっきとなんかピザまん肉まんと違ってデザートみたいな位置づけかなと思ってます。そうだね。俺あんまんめっちゃ好き。シュークリームもクリームがたっぷり入ってる。甘くて美味しい。うまっ。甘いのって美味しいですよね。なんか出てんだろうね、脳から。いや砂糖ってやっぱ出るらしくて。中毒あるでしょきっと。あります多分。いやちょっと驚きだわ、日本料理辛いのないって、だってこんなさ周辺諸国、全部辛いよね。アジア大体辛いというかありますもんね。唐辛子を使った文化的な料理確かにあんまり見ないですね。入ってこなかったのかな、歴史的にチリが、唐辛子が。でも最初スパイスって言われてる胡椒とかでしたからね、日本って。胡椒も後から入ってきたよね、だいぶ。だいぶ後ですね。じゃあ日本の固有の調味料ってあんまないのかな。塩、醤油、塩は多分世界で世界であるもんね。醤油、味噌あ、味噌か、味噌も大豆と塩だもんね。ですね。酒、酒ね。みりんも一緒。酒、みりん。じゃあチリが入ってきてなかったんだ。遅い。入ってきたとしても遅いかもしれないですね。あんまり根付いてない。根付いてないね、完全に根付いてないわ。全然根付いてる。明太子ありますよ。あ、明太子あるじゃん。辛いわ。明太子ありましたわ。ちょっと明太子歴史調べよう。確かに。あ、でも明治時代だって最近だわ。結構最近ですわ。信長あたりのあれオランダとかからスパイス入ってきた時に、しかも韓国の料理というか、韓国のスケソウダラの卵の塩辛がルーツで、日本には明治時代に伝わる。明治時代って最近でもないけど、1800後半から1900年代ぐらいです。そうだね、100年前ぐらい、で第二次世界大戦後80年前に博多で改良されてできたんだって。だからもう80年ぐらいしかないね、歴史が。そうか、全然だ。最近だよね。韓国か。なんか博多近いですもんね、韓国。いや、やっぱり日本に辛いのはほぼないね、本当にないわ。なんだ。酸っぱい方が多いもんね。確かにそうだね。お酢とか使ってね。じゃあちょっと2階に行ってみんなに、社員のみんなにこれあげようと思う。行ってみよう。食べる。この間動画に登場してくれたマグね。うまい。 How was it? There were a lot of natural Japanese expressions in today's talk, right? By listening to real conversations like this,
you will slowly start to feel how Japanese is actually used. If there's a kind of conversation you want to hear next, let me know in the comments.